皆様、大変お待たせいたしました。以前より告知させていただいていたピヨピッコの足長ボディの型紙を本日公開します。理想のシルエットを目指して夏から指導、隙間時間に試作を繰り返し、この度ようやく形にすることができました。特にこだわったのが腰から足にかけてのボディライン、そして首をつけたことでよりスタイルのいいシルエットが完成しました。サイズは20センチと15センチ。こちらの20センチボディがベーシックなサイズになっていて、15センチの縫い服がぴったり着せられます。こちらの15センチボディは10センチの縫い服のほか、セリアの縫い服も着ることができますが、やや製作難易度が高めです。腕は下向きと正面向き、両方の型紙を掲載しているので、お好みで作ってみてくださいね。そして今回、なんとパラボックスさんとのコラボが実現。この足長ボディたちに合わせたトイスケルトンを販売していただけることになりました。ポーズが取れるとぐっと可愛くなるボディなので、ぜひスケルトン入りで制作してみてね。型紙のダウンロードおよびトイスケルトンについては概要欄、そしてコメント欄にリンクを貼っているのでチェックしてね。今回の動画ではこののっぺらぼうの素体の縫製手順を解説します。お顔の刺繍や紙の作り方については過去動画を参考に作ってみてくださいね。型紙の使い方。型紙はブースからご購入いただけます。型紙をダウンロードしたら A4 で印刷。まずは型紙を裁断ラインでカット。この矢印は生地の向きです。ソフトボアなど方向がある生地を使うときは矢印の向きに合わせておくようにしてください。生地の裏側にチャコペンで書き写します。続いて型紙を縫製ラインでカット。ちなみにこの縫製ラインの型紙は透明のクリアファイルで作っておくと便利だよ。型紙を中央に置き書き写します。この時合い印も書いておきましょう。クリアファイルの型紙は透明なので中心に配置しやすい、裏からも合い印が見える、丈夫なので繰り返し使えるという利点があります。ぜひ使ってみてね。すべてのパーツの型紙を書き写せたら裁断ラインでカットします。裁断する前に刺繍はすべて終わらせておいてくださいね。すべてのパーツの裁断が終わりました。2枚必要なパーツはこのように左右対称に取ります。4枚なら左右対称のものを2セット用意してね。縫い始める前に縫い方をチェックしてみましょう。縫うときは半返し縫いを使います。2目進んで1目戻る。また2目進んで1目戻るを繰り返します。縫い合わせが狭く難しい箇所は1針ずつ糸を引いてずれていないか確認しましょう。縫い終わりは玉留めしておきます。縫う位置についてのポイントもあります。チャコペンで線を引いたとき、実はペンの厚み分外側に線が引かれているんです。ほんの少しなので誤差ではあるのですが、線の少し内側を縫うことを意識すると全体のズレが少なくなります。チャコペンを消さなくても表から目立ちにくいという利点もあります。縫いの作り方。まずは頭部から作っていくよ。お顔と後頭部のダーツを縫います。ダーツの縫い代は切って開いておきます。耳を作ります。
表面が内側になるように合わせて縫い合わせます。この時、縫い代部分まで縫っておきましょう。縫い糸を切らないように縫い代に切れ込みを入れます。表に返して縦に半分に折ります。このように縫うと耳が立体的になりますよ。中に綿を詰めるとよりふっくらします。お顔パーツに耳を仮縫いします。耳の中心を合い印に合わせて縫製ラインの外側、縫い代部分に縫い付けます。仮縫いは並縫いで OK。こんな感じ。顎パーツを縫い合わせます。中央を合わせて耳の合い印まで縫い合わせます。中央からサイドに向かって縫うと左右対称に縫えますよ。後頭部パーツをここの合い印まで縫い合わせます。お顔と後頭部を縫い合わせます。頭頂部からサイドに向かって耳の合い印までそれぞれ縫います。顎と後頭部を縫い合わせます。これで頭部の完成。続いてボディを作ります。まず、お腹、背中、ふくらはぎのダーツをすべて縫います。お腹と足前パーツをこのように縫い合わせます。つま先を縫い合わせます。もも裏、ふくらはぎを縫い合わせます。左右を間違えないように注意してね。縫えたら、次は背中と縫い合わせます。ここも左右を間違えないように気をつけてね。腕を縫います。今回は縫い方を解説するために、右腕を正面向き、左腕を下向きで作ります。まずは正面向き。腕とお腹、腕と背中をそれぞれ縫い合わせます。下向きの腕はまだ縫いません。先に脇から足の付け根までぐるりと縫い合わせます。合い印をしっかり合わせてくださいね。縫うのは足の付け根まで。正面向きの腕は肩から足の付け根までぐるりと縫い合わせます。股下を縫い合わせます。お腹と背中パーツの
この小さな部分です。お尻を作るときに負担がかかりやすい部位なので、縫い目が裂けないようにしっかり縫い合わせておきましょう。下向きの腕をつけます。下腕パーツをこのように縫います。次に上腕を縫い合わせます。首を縫います。合い印が5個ある方が体側です。合い印をしっかり合わせて縫い合わせましょう。お尻を縫います。背中の合い印から股下まで。耳の時と同様に縫い代に切れ込みを入れておきます。縫い糸を切ってしまわないように注意しましょう。カーブや谷の部分に切れ込みを入れておくことで生地が突っ張らなくなります。表にひっくり返します。頭部と首を縫い合わせます。まず顎下の中央を合わせて、次に両端を合わせるとやりやすいですよ。頭部の縫い代にも切れ込みを入れておきます。トイスケルトンを入れて綿を詰めていきます。縫いの綿には粒綿がおすすめ。100均でも購入できますよ。まずは手足から。骨が中心に来るように肉付けしていくようにバランスよく詰めるのがコツです。綿はパンパンに詰めると可愛いシルエットになりますよ。続いて胴体に詰めた後、背中をこの地縫いで縫い閉じます。首上あたりまで縫っておきましょう。お尻を作ります。少し長めの針を使いましょう。股下から針を刺し、背中から出します。今回は首から 2.5 センチ下あたり。お尻の大きさはお好みなので、位置は調整しても OK です。もう一度、股下から刺して背中から出します。これを 2、3 周繰り返します。糸を引くとお尻ができます。糸の根元近くに針を刺して股下から出します。玉留めをします。糸の端は中に隠してから切ると綺麗ですよ。もしお尻にシワができてしまったら綿を足してください。
残りの綿を詰めていきます。首周りも忘れずに。輪郭周りはシワになりやすいので、しっかりたっぷり詰めましょう。後頭部をこの地縫いで閉じます。これでボディの完成です。チークをつけるとぐっと可愛くなるのでおすすめ。今回は解説用に濃い色の糸を使いましたが、本番では肌に合わせた色の糸を使ってくださいね。いかがでしたでしょうか？ダーツ位置やパーツ分けはベーシックな中間縫いを部分的に参考にしています。普段このチャンネルを参考に縫いを作ってくれている方は比較的作りやすい型紙かと思います。とっても可愛いボディなのでみんなもぜひ作ってみてね。作ってみたよというご報告もお待ちしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ぴよぴっこでした。